皆さんこんにちは。この動画では、コナミの名作グラディウスの前日談を解説します。そんなストーリーだったのと思っていただければ幸いです。メタリオン星系と惑星グラディウス。宇宙の彼方、恒星メタリオンを中心とした惑星群、メタリオン星系。ここにひときわ異質な惑星が存在します。その名は、グラディウス。恒星からの距離は地球と太陽の約2倍の2億8000万 km 離れ、地軸は恒星に垂直、北半球は永久に昼、南半球は永遠の夜。このため、人類の大半が北半球に住むことになり、栄華を極めるグラディウス帝国もその中に築かれました。帝国は7つの植民惑星、ネオ、スペースプラントを従え、高度な技術と軍事力で宇宙に君臨していました。闇に生きる者たち、リーク人。光があれば影もあります。南半球、常闇の地には、リーク人と呼ばれる少数民族が暮らしていました。文明は未発達で、常として原始的な生活を営んでいましたが、彼らは、リーク、パワーという強力な超能力を有していました。その能力はあらゆる動力機器及び、生体エネルギーとして利用が可能で、グラディウス世界の不思議な現象は大体リークパワーのせいだと言っても過言ではありません。後の研究によればリーク人は有史以前、惑星グラディウスに飛来した宇宙的王種ではないかと言われています。しかしその一方で、彼らは宇宙放射線に極端に弱く、北半球の強烈な放射線に耐えられません。南半球に閉じ込められる運命を背負っていました。帝国は彼らを粗雑な原始人だと蔑視し、表舞台に立たせることはありませんでした。グラディウス暦6644年、バクテリアン襲来。突如として謎の軍団が惑星グラディウスに襲来しました。その名は、アジ空星団バクテリアン。後に来た十字戦と呼ばれる、グラディウス全体を巻き込んだ大戦争は苛烈を極め、惑星全体の 65% が甚大な被害を被ることとなります。被害の大半は北半球に集中しており、かつての栄華の中心が地獄と化しました。また、戦闘の影響は南半球にも及び、リーク人たちにも大きな被害が出ました。リーク人の生存者はわずか12名しかいませんでした。そして、帝国は支援を北半球に集中させたため、南半球のリーク人は完全に見捨てられました。さらに4名のリーク人が亡くなり、8名となりました。この悲劇は、一人の青年、ベノムを変貌させてゆきます。ちなみに変貌する前から緑だったみたいです。グラディウス暦6645年、評価され始めた力。北十字線の翌年、リークパワーの分析と利用価値に関する報告書が帝国宇宙科学庁により議会に提出されました。その圧倒的な能力の高さにより、帝国は手のひらを返したかのようにリーク人の保護政策を打ち出します。しかし遅すぎました。帝国政府に不信感を拭えないリーク人たちは、信頼を取り戻すことなく、帝国政府の元を去ります。その中で唯一帝国に協力する少年がいました。名前はジェームス・バートン。彼はバクテリアンに家族を奪われており、復讐のために帝国宇宙空軍への参加を志します。グラディウス暦6647年、太陽の異変と代替エネルギー。第16代皇帝が死去。代わって、ラーズ17世が第17代皇帝の座につきました。この頃から、惑星グラディウスを照らし続けてきた太陽に変が起こり始めました。黒点が消滅し、中心部の温度が異常上昇を始めたのです。惑星グラディウスの科学力は凄まじく、太陽の変化にも対応可能でしたが、一つだけ問題がありました。エネルギーの供給源である、ビカベラー粒子が不安定となり、深刻なエネルギー問題となってしまったのです。この混迷を救ったのは、リーク人の協力者でした。彼らの協力により代替エネルギーである、リークエネルギー生成システムの開発に成功しました。さらに、グラディウス暦6653年には、リークエネルギーを搭載した超時空戦闘機が完成しました。その名も、ビッグバイパー。ビッグバイパーはバクテリアン軍に対抗できる次世代の宇宙戦闘機、バイパーシリーズの最新鋭機で、惑星グラディウスの各企業の技術が結集されているほか、推進力から制御までリークパワーが応用されています。
音速の100倍以上で飛び回るバイパーシリーズは 400G もの重圧を受けますが、これも最新の G 消去装置で解消されています。まさに惑星グラディウスの人、企業、テクノロジーを集結させた最強の戦闘機です。しかし、この一件によって新たな圧力が生まれてしまい、科学技術庁内でリーク人とグラディウス人の対立が深まる一方でした。対立を憂いたジェームスは科学技術庁から国防省へと移籍することになります。グラディウス歴6658年、バクテリアン軍の再襲撃。グラディウスに再びバクテリアン軍が進撃してきました。この危機的状況を受けて、超時空戦闘機ビッグバイパーが実戦投入されることになります。パイロットに選ばれたのは、ジェームス・バートン。彼はリーク人として、帝国軍人として、グラディウス人として、敵の要塞、ゼロスへと挑むのです。この戦いに終止符を打つには、敵の真っ只中に進撃し、その中枢を壊滅させるほかありません。さあ、発進だ。無茶でもやるのだ。やらなきゃ滅亡だ。ビッグバイパーが今、壮大なる暗黒宇宙へ飛び立ちます。と、大体こんな感じの物語でした。レトロなシューティングに、壮絶な SF 戦記が隠されていたとは、驚きですよね。このグラディウスシリーズは、視聴者の方からリクエストをいただいたものです。長く続くシリーズだけあって、設定も膨大で、まるで歴史書を読んでいるような気分でした。今後は、できる限り年表順にグラディウスの歴史を追っていく予定です。次回は、ゲームボーイ版、ネメシス1と2を取り上げる予定です。感想、ご要望、ご指摘、リクエスト、思い出話、そして動画で触れきれなかった裏設定など、コメントでいただけるととても嬉しいです。よろしければ、高評価やチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、ご視聴ありがとうございました。